こんにちは、はこです。今日は皆さんが気になっている骨盤底筋についてお話ししたいと思います。今日もこうちゃんにゲストに来ていただき、骨盤底筋のお話をしていきたいと思います。体美チョイスって緩めることを大事にしているので、骨盤底筋も緩めましょうって言うんですけど、皆さん大体っておっしゃるんですよね。女性の方、特に骨盤底筋は鍛えるんですよねみたいな、緩めたらなんかこうイメージ的にねだらーんみたいな感じになっちゃうと思われるので、多分皆さん緩めちゃっていいんですかみたいに結構聞かれることが多いんですね。でも骨盤底筋って動かなければね、緩める、鍛えるとか縮めるってことはね、伸びる両方あるわけなので、それがもうそもそも固まってしまって感覚がないとか動かせないっていう方は、やっぱりまず緩めることからしないとできないんじゃないかなと、私はそういう思いがあって、美チョイスの中では緩めるっていう動きをお伝えしてるんですけれども、こうちゃんどうですか、骨盤底筋について。そうですね、骨盤底筋もそうなんですけど、筋肉っていうのは収縮、縮めると弛緩、緩めるの両方が必要なので、その両方を使えた方がいいと思うので、特に産後の方とかだと、もうこの辺がもう激変してしまうので多いのが腹筋とかもそうなんですけど、力の入れ方がわからなくなってしまうっていう方が多いので、そういう方には骨盤底筋お尻周りのトレーニングをお教えするようにしているんですけれども、ただ鍛えるっていうのはあくまで収縮だけなので、弛緩、緩める方も教えないとガチガチになっちゃう人多いんですよね。でそうなるとどうしても股関節の動きとかも悪くなってしまうので、今日は僕がその骨盤底筋の簡単なトレーニングを教えてて、教えしてその緩め方をハコさんに、レクチャーしていただこうと思っています。まず代表的なものが骨盤底筋トレーニングなんですけど、だいたい膝を90度ぐらいにして、頭をつけます。で僕の場合は左右の内ももつけてもらいます。でお尻をゆっくり上にぐーっと上げて、お尻の穴を閉めるような感じで力を入れます。でゆっくり下ろします。この時ストンと下ろしてしまうと力が、逃げてしまうので、力ギュッと入れたまま、お尻の穴を閉めるような感覚のままゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。で、これをだいたい、慣れてくれば10回ぐらい。最初は5回ぐらいからでも OK です。なるほどですね。よくね、ありますよね。よくテレビとかでもやってるような、代表的なものですけどね。骨盤底筋ね、やっぱり鍛えなくていいんですか、ハコさん緩めちゃっていいんですかっておっしゃる方がいると思うんですけど、意外とね、皆さん鍛えるのをね、こう何かを見てねやってる方は多いんですよ。だけど緩める方をやってない方が圧倒的に多いので、では緩める方もやってみましょう。ではですね、まずこのように両手両足を床についていただいて、でちょっとね足幅開けます。でそしたら骨盤をね前傾にするとお尻がねこう天井を向くような感じにしていただいて、そのままプンプンと子供たちによく言うんですけど、ここに尻尾があったら尻尾振ってって言ってるんですけど、これだけなんですけどね。もう OK です。これで実は骨盤底筋がね、ちょっと緩んでいて、あぐらで座ると、さっきよりもこうなってたのが、こうね、座りやすくなる感じがね、すると思うんですよね。で、骨盤底筋って、このね、そこにあるわけだから骨盤底筋なんですけど、ここがキュッて締まってると、座った時こうなってちゃう方がすごく多くって、でこれで姿勢だけ良くしようとしてこっちだけこう頑張っている方がすごく多いので、骨盤底筋緩むとこうね、お尻の間がこう開いて
座りやすくなるっていう方が多いので、鍛えるねっていうのも大事なんですけど、両方ですよね。両方ですね。はい。やっぱ使えるようになるっていうのが大事ですよね。はい。と思うので、ね、女性の方はぜひね、骨盤底筋は緩めたり、鍛えたり、使ったりっていうのがね、できるようになると、健康と美容ね、両方でもいい面があると思いますので、ぜひね、動かせるようにしていきましょう。チャンネル登録ぜひお願いします。参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。